2023年10月18日、北アルプス三俣蓮華岳遭難事故。登山計画。2023年10月18日、東京都在住の A さんとその知人男性である B さんの2人は、北アルプス三俣蓮華岳への登山を1泊2日の予定で計画します。登山計画は次の通りです。18日に七倉登山口から入山し、高瀬ダム、湯俣山荘、伊東新道を通って三俣蓮華岳への登頂。翌19日に竹村新道を通っての下山予定となっています。この日、台風16号が発生していましたが、全国的に高気圧に覆われ、山の天気は晴れていました。そのため A さんと B さんは山荘泊でなくテント泊を選んでいます。二人が目指す三俣蓮華岳は鷲尾岳や黒部五郎岳の様に位置している標高2841メートルの山で、三俣の名前の由来にある通り、長野県、岐阜県、富山県、3県境にまたがる日本300名山にも選定されている山です。多くの百名山に囲まれている三俣蓮華岳の山頂からは、北アルプスの悠々しい姿をパノラマで見渡せるなど人気の高い山の一つです。また、二人が登る予定の伊東新道から三俣蓮華岳への登山道は上級者向けコースとなっています。10月18日水曜日1日目。登山当日、A さんと B さんの2人は東京から車で長野県大町市に入り、そのまま七倉山荘まで移動します。七倉山荘から先はマイカー禁止区域となるため、2人は七倉山荘の駐車場に車を止め、予定通りに七倉登山口より入山を開始。2人の詳しい出発時間までは分かっていませんが、登山当日に三俣蓮華岳の頂上まで行くことを考えると、入山は午前5時頃だったと思われます。七倉登山口から高瀬ダム、湯俣山荘までは約4時間の道のりです。高瀬ダムまではタクシーの利用ができますが、仮に七倉登山口からタクシーで高瀬ダムまで移動した場合、所要時間は40分。高瀬ダムから湯俣山荘までの所要時間は1時間30分。このことから2人は伊東新道を朝7時過ぎには登り始めたと思われます。幻の登山道として知られている伊東新道は、登山者であれば誰もが一度は制覇したいと思う難所コースです。それゆえに伊東新道を登る際は任意とはなりますが、湯俣山荘で届出書を出すよう求められており、提出した届出書は三俣山荘に連携される仕組みとなっています。しかし、この時 A さんと B さんの2人は湯俣山荘にその届出書を提出していませんでした。最高プロジェクトとして40年ぶりに復活した伊東新道のコースは、奮闘級第1吊り橋跡、ついたて岩、第3吊り橋跡、第4吊り橋跡、第5吊り橋跡と険しい沢登りをしなければならない難所です。登山熟練者であっても6時間から7時間かかるとされています。一般の登山者となると1日かかるコースです。A さんと B さんはそれぞれ登山歴が3年と1年というさほど経験が豊富とは言えませんでしたが、無事に難所コースの伊東新道を登りきり、予定通りに2人は三俣蓮華岳に登頂します。そこから A さんと B さんは三俣蓮華岳を下り、三俣蓮華岳テント場にてテントを張って野営をします。この日の三俣蓮華岳付近の天候は晴れ、二人は雄大な北アルプスの山々を見ることができたでしょう。きっと登山の疲れも癒されたに違いありません。10月19日木曜日2日目。この日 A さんと B さんは
竹村新道を通り下山する予定でした。しかし B さんは夕方家族にもう一泊するとメールを送っています。A さんと B さんがなぜ登山計画を変更したかは詳しい情報がないため分かっていません。前日の登山の疲れがあったのか、または予定の下山時間が過ぎてしまったのか、もう少し山を満喫したかったのか、A さんと B さんは急遽下山をせず、もう一泊することを選択しています。そのまま同じ三俣蓮華岳テント場で野営し、翌20日に下山することにしました。10月20日金曜日3日目。朝、三俣蓮華岳テント場を出発した A さんと B さんは下山ルートの竹村新道に向かいます。二人はスマホの地図アプリで方角を確認しながら進んでいきます。順調に黒部川水源地表、割も水場、岩崖のっこし、割も北分岐、水晶小屋と進んできましたが、時間が経つにつれ天候が少しずつ雪に変わっていきます。雪の影響で視界が悪くなり、二人は水晶小屋周辺で道に迷い、ついには登山道から逸してしまいます。さらに、このタイミングでスマホも充電切れ。A さんと B さんは予備の充電器を持ってきておらず、スマホアプリで道を確認していたため、紙の地図も持ってきていませんでした。そして、夕方4時頃には天候はさらに悪化し、辺り一面一瞬で吹雪となります。強い風雪を避けるため、気がつけば沢まで下ってしまった A さんと B さん。迷ったら沢を下るな、尾根に出ろの鉄則がありますが、この時の2人の状況では冷静な判断ができなかったのかもしれません。そして2人はここで完全に行動不能となってしまいます。A さんと B さんは仕方なくこの場所で持ってきていたテントを張りビバークすることにしました。10月21日土曜日4日目。翌日 B さんの家族は帰宅予定日を過ぎても帰ってこないことを心配し警察に相談します。相談を受けた警察は山岳救助隊を結成し、早速救助に向かおうとしますが、この日も前日同様強い風雪のため救助を行うことができません。翌日改めて救助に向かうことにします。一方、その頃沢でビバークしていた2人は予備のためにと余分に持ってきた食料を食べきってしまっていました。強風と吹雪でテントが飛ばないよう寒さに耐えながら大きめの石を集めてテントを補強します。そして少しでも体力を回復させようと防寒着を着て寝袋に入りじっと横たわる2人。しばらくすると空腹のためお腹が鳴り出します。食べ物がない状況では沢の水を飲んで空腹を紛らわすほかありません。道に迷い、山は強い風雪で悪天候。極寒の中、食料もなく、沢の水を飲みながら A さんと B さんは天候と体力の回復を願いながら、この日も同じ場所にてビバークします。10月22日日曜日5日目。この日、ついに天候が回復。そのため朝から山岳救助隊が地上と上空から2人の捜索を開始します。この時 A さんと B さんがいた場所は水晶小屋から 8.2km 離れた東沢谷という沢です。沢は上空から見つかりにくく、また届け出書を出していなかったことから山岳救助隊は2人がどのルートを選択したのか全く見当がつきません。捜索は難航し、この日、2人を発見することができませんでした。一方、その頃、A さんと B さんは、疲労と空腹と寒さで全く動くことができなくなっていました。それでも、少しでも体力を回復しようと、沢の水を飲みながら、じっとテントの中で過ごします。遭難してから3日、2人はずっと同じ場所でビバークしながら過ごしていました。10月23日月曜日6日目。前日同様、この日も天候が良く、山岳救助隊が
地上と上空から救助活動を行います。また、この日から A さんの体力が回復、未だ身動きが取れない B さんのために A さんは自力で下山することを決意します。B さんに必ず助けを呼んでくると約束し、稜線に向けて登っていきます。A さんは頭の中で人がいるであろう七倉山荘を目的地に選定し、野口五郎岳、烏帽子岳を縦走する計画を立てます。二人がビバークしていた東沢谷から七倉山荘まで9時間以上かかる道のりでしたが、A さんは残してきた B さんのためにも絶対に救助を呼ばなくてはと強く心に誓ってひたすら歩き続けます。一方、その頃、山岳救助隊は二人を発見できず、捜索はますます難航していました。通常、山での遭難は3日から7日で見つからない場合、生存の確率が低くなることから、捜索活動が打ち切りになります。この日は2人が遭難してから4日が経つため、山岳救助隊の中で不穏な空気が流れ始めていました。その日の午後7時頃、一人の男性が七倉山荘によろよろとした足取りでやってきます。山荘の主人が駆け寄ると、やっと降りてきたところです、と告げる男性。なんと、この男性は遭難していた A さんでした。A さんは地図もない中、自分の感覚と気力だけで七倉山荘まで自力で降りてきたのです。一人、稜線に残ってます。A さんから話を聞いた山荘の主人はすぐさま警察に連絡。連絡を受けた警察は、翌日早朝、B さんの救助に向かうこととなりました。後の取材で山荘の主人は、当時の A さんは一人残してきた B さんが心配で精神的に疲れているようだったと話しています。10月24日火曜日7日目。早朝、山岳救助隊は A さんからの情報をもとに東沢谷へヘリコプターで救助に向かいます。そして午前6時30分頃、山岳救助隊が B さんを発見。無事、発見された B さんの状況は若干体が震え、低体温症の傾向はあるものの、会話もできる状態でした。山岳救助隊の問いかけにもきちんと答えることができます。遭難して5日目、無事に B さんは山岳救助隊によってヘリで引き上げられ、そのまま松本市内の病院に搬送されました。今回、遭難した A さんと B さんでしたが、命に別状もなく、数日後、東京の自宅に帰ることができました。登山の振り返り。それでは、今回の遭難事故の原因と対策について考えてみましょう。1、無理な登山計画。今回、彼らが計画した登山コースは上級者向けの難しい道です。特に伊東新道は沢登りなどがあり、通常の登山よりも体力を多く消耗します。登山熟練者でも6時間から7時間かかる難所コースに、登山歴3年の A さん、1年の B さんが挑戦するには時期尚早だったかもしれません。また、登山計画全体を見てみると、七倉山荘から伊東新道を経由して三俣蓮華岳へは約11時間、三俣蓮華岳から竹村新道を経由して七倉山荘までは約15時間以上かかるため、とても1泊2日で登りきれる計画だったとは言えません。さらに、東京から長野間の行き帰りが車だったことを考えると、なおさら無茶なスケジュールだと言えます。対策として、1、自分たちの経験とスキルに合った無理のない登山計画を立てましょう。2、難しい山に挑戦する場合は、余裕を持った日程を持ちましょう。2、届出書の未提出。湯俣山荘では、伊東新道を登る際は、任意の届出書提出を呼びかけています。しかし、A さんと B さんは、湯俣山荘へは寄らず、そのまま伊東新道を登っていきました。このため、
山岳救助隊は彼らが遭難した際にどのルートで登山をしているのかわからず、捜索が難航する原因の一つになってしまいました。対策として、1、たとえ任意だったとしても、必ず届出書を提出しましょう。3、装備の不十分。今回2人はスマホの地図アプリのみを頼りに入山しています。また、彼らは当初予定していた1泊2日の登山を急遽2泊に変更しています。たとえ1泊でも連絡手段のスマホの予備バッテリーは万が一に備え準備しておくべきです。また、彼らは紙の地図を持参していませんでした。対策として1、登山をする場合はスマホの他に紙の地図、コンパス、充電用の予備バッテリーは必ず持参しましょう。とはいえ、A さんと B さんのお二人が無事生還できたことは本当に良かったです。彼らが生還できた背景として、1、食料を余分に持っていたこと。二人は1泊2日の日程にもかかわらず、食料を3日分持参しています。万が一のことを考え、食料を多めに持っていった A さんと B さんの行動は正しいと言えるでしょう。2、沢の水を飲んで水分補給ができていたこと。人は水分さえあれば2週間から3週間は生きられると言われています。そのため、沢の近くでビバークしたことは彼らの生存に大きくつながりました。3、テント、防寒着、寝袋など防寒対策ができていたこと。10月中旬ともなれば山頂付近では積雪も見られます。そのため、この時期に登山をする際は冬山と同じ装備が必要です。今回、彼らはテント泊だったこともあり、万全な防寒対策で登山へ挑んだため、生存することができたと言えます。今後の教訓としては、秋口の登山であったとしても、北アルプスのような標高が高い山は雪山と思って装備するよう呼びかけられています。アイゼン、ピッケルなどの装備はもちろんのこと、天候や情報収集を事前に行うよう心がけましょう。以上、北アルプス三俣蓮華岳遭難事故を紹介しました。ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。